どうも、こんにちは。デミコでーす。というわけで、今日はですね、ライブの後のお時間なんでございますね、実はね。すぐ後ではないんですけれども。で、先っちょじゃねえ、つま先だよ。靴下、ね、靴下をちょっとライブで、つま先をね、編んだんですよ。それで終わらなかったんですけど、ライブでやっちゃうとやっぱり喋ったり、コメント読んだりでね、なかなか進まない。でもここまで進めて、終えましたんで、32名になって、あと、5センチぐらいになるまでちょっと編んだんですね。つっても1段、2段ぐらい、2段か。2段ぐらい普通に編んだだけなんですけど、それで足先5センチになったんで。で、今回はこの靴下はうちの家人用の靴下なので、台形の足先にしております。結構尖ったなと思ってね。大丈夫ですけど、うちの家人結構尖ってる系。親指がこう出て尖ってる系って言ったらいいのかな。なんかそんな感じなんで、丸の方はね、ちょっと合わないっていううちの家人言われまして。なので、この形で基本編むんですね。なので、普通に編んでまいりました。一段、増し目をしたら一段普通に編んでっていうのを繰り返して、10目から始めて、12目でもよかったかなって今ちょっと思ってんだけど、それで32目まで増やしました。で、今日は何をするかっていうと、靴下で、ジョグレスストライプでね、それをね、やっていこうと思うんです。で、使うのは、今までこれ先っちょ編んできたこれがね、フィルコラーナっていうメーカーのアルエッタっていう糸で、番号が、973番。これはね、80がね、ウールで 20% がナイロン、ポリアミドってやつですね。はい。という糸でございます。はい。で、こっちが、入れていく糸が、交互に入れていくのが809番っていう色。こうなってるのは、巻き直したからなんですけど、これはね、こういう細い感じのやつなんですよ。色違いがここにあるんだけれども、よっと、どこかな、この辺に入ってるかな、これ。今はね、こういうパッケージになってて、ちょっと変わったのね、これ。フィルコラーナアルベッタって同じやつなんですよ。ね。80% ウールで 20% ナイロンの210メートルで 50g っていうね。これなんですよ。同じやつなんですね。パッケージが変わったんで、この帯が変わったんで、これ昔のやつなんですけどね。はい。で、今回はこの色でやってきます。はい。この2色でやっていくんですけど、で、このタイプ、なんで巻き直すかって、それを話そうとしたんだよね。そう。それを話そうとしたんだ。このタイプはね、ちょっとね、私ね、まず糸が出しづらいじゃん。で、それでいて、これこうやって出てるけど、これでいいのかな、ここでいいのかな、出てる、そうだね。これは多分これで出てていいんだけど、なんかこれでこうやって出てると、なんだろう、こう長っぽそい分、なんかしまいづらいんですよね、やっぱりね。自分的に、なんとなく。この毛糸だけだったらさ、こういう形でしまっててもいいんだけど、なんかどうもね、しまいづらい感じがして、なのでこういう形にしちゃってるんですけど、これはね、勝手に私がしてるだけなのであれなんですけど、ただそれだけの理由です。しまいづらい。はい、それだけ。はい。で、じゃあやっていくか。で、ジョグレスストライプ、今日やってきますよ。ね。で、同時編みしてるんで、こんがらがらないようにね。時々こう入れ替えつつやらないとちょっと厳しいなと。はい。なかなかね、こう、ごちゃごちゃになるんですわ、やっぱり。慣れないんで。はい。2回目です。まともにこれで靴下の2回目なんでね。はい。見苦しいとこあったらすみませんって感じなんですけど。じゃあ始めていきましょう。で、まずどこで色を変えるかってことですよね。で、ここが、編み始めのところなんで、こっち側がかかとになる予定になってますね。ってことは、かかと側から私は変えていきます、やっぱり。そうじゃなくてもいいのかもしれないんだけど、一応最初はかかと側になる方、足の裏ですね、裏になる方で変えていこうかなっていうのがあるんで、でですね、今回は1段ずつ色を変えていくしましまストライプにするので、ジョグレスストライプってことでやりますけど、ジョグレスでそのストライプじゃなくてね、ただ単に色を変えたい時っていうのがあるじゃないですか。先っちょだけ色にして、色を茶色にして、で、あとは、こう、例えば緑だったら緑で編んでいくよっていう時なんかは、私はどこで変えるかっていうと、中心あたりで変えて、で、バーっといく感じ。
1回しか変えないからね、そういう時はね。でも今回は毎段毎段変えていくので、まあやり方がありますよって、ずらしていくやつね、目をね。なんつったっけ。滑り目。でやっていくやつになります。はい。じゃあそれちょっとやっていこうと思います。まず、こっち側、普通にしばらく編んでいきますね。はい。普通に何のあれもなく、芸もなく、普通に、ここを編み進めていきます。で、こちらがかかと側になる部分っていうか、なる方ですね。はい。で、これを、とりあえずじゃあ、編んでいきます。はい。左の方まで編んできました。で、最後、3目残します。3目。こちらに3目残ってますね。3目残ったところでこれを移します。右に滑り目させます。1、2、3と滑り目さして、ここを終わりにします。で、まあ、同時編みしてるんでね、こっち。すみませんね。私、同時編みする人なんで。こっちもね、同じように進めていきます。ね、こっちで説明した後またブツって切れちゃうからね。じゃあこっち、とりあえずこっちをね、やっていって、こっちで説明しようと思いますよ。はい。はい。左側の方にやってまいりました。6目残ってますけど、1、2、3と編んで、残り3目。ここ、残り3目になってますね。残り3目になったら、右の針に、右から入れて、普通に滑り目をしますね。右から入れて滑り目を3目します。はい。ひっくり返します。はい。で、3目編んでないんで、ここに来てますね。ここに来てる。で、これをこのまま放置しておきます。ここから色を変えてきます。はい。で、新しい色っていうか、別の次の色取って、で、これを、まあ、こういう感じでちょっと置いて、で、まあ、糸処理できる分ぐらいの残しておいて、で、普通にこう取って、で、これで、まあ、普通に編んでいくんですね、こっち側。普通に編んできます。これはもう全然普通に左端まで全部編みますね。はい。で、こっち、しっかり長さある程度取っておかないと、ゆるゆるになって、糸が外れちゃったりすることないようにね、こうやって普通に編んでいきます。で、もちろん、ここが終わったらもう片方の方もね、普通に編んでいくんで。同時編みでね、やるから、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、申し訳ないっす。はい。はい。ここはもう全部このまま普通に編みますね。もちろんね。普通に編みます。はい。で、今度こっち側を同じように編みますね。はい。で、もう片方、こっちの表側からちょっと糸を取って、で、こっち側つなげていきます。で、同じように糸処理するぐらいの長さを取っておいて、で、普通にね、普通に編んでいきます。同時編みしない人は、まあ、この2つの作業1回だけでいいわけですから、ちょっと引き算してね、その分、2つ目の分をちょっと引き算して考えてほしいんですけど、じゃあこれ左端までずっとそのまま普通に編んでいきます。はい。左端まで来たので、これで全部編めました。はい、編めました。で、ひっくり返しますね。そのうちこんがらがってくるかもしれないけど、まあ、それはその都度、具合のいいところでちょっとほどきを直しつつやっていく予定でございますけれども、私もいかんせん慣れてませんので、はい、どんなことになるかちょっと、あれですけれども、はい。で、こっち側、また一周して戻ってきました。また普通に編んでいくんですけれども、ここでちょろちょろっとちょっとやらなきゃいけないんですよ。で、まあ、同時編みをしているので、やることは結局一緒なので、説明をするときは、一つ目編み出しをね、編み始めて、
で、まあ、ずっと、同じことをしつつ、2回目、こっちもね、2つ目で同じことをするので、こっちの端まで行って説明をしようと思います。ここは素通りして、やることやって、素通りして。で、説明はこっち側でやりたいと思います。はい。なので、どんどん進んでいきます。とりあえず、この1つ目編んじゃいますね。で、2つ目で説明をします。はい。じゃあ、こっち残り10個ぐらいになってると思うんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個、9個、10個か。ぐらいになってると思うんですけど、これ見ていただくと、ここ、滑り目さっきしたので、今度、こっから糸が始まってるんですね。こう、残ってるっていうか。で、ここでやることっていうのは、とにかく滑り目をしつつ、次の糸で編んでいくっていうことをやるので、ここ3目滑り目した後、今度こっちの3目を滑り目します。はい。どういうことかっていうとですね、まず、じゃからってなんだよ。最後、1、2、3、4、5、6のところになるまでとりあえず編みますね。1、2、3と編んで残り6個になる。もう1個か。もう1個だ。はい。これで6個になったかな。はい。で、前段で3個滑り目しました。次滑り目してあげなきゃいけないのがここになります。次の3つ。近いっていうか、こう手前に戻ってくんですけど、ここでさっき編んだ端っこの糸があるんで、この糸目印に、ここの出てるところから1、2、3。これを滑り目しますね。右にそのまま滑り目1、2、3と滑り目します。そうすると今まで編んできた糸が今度、ここに移ってくるわけですね。ここで終わりになってるわけです。で、1、2、3と今滑りました。で、滑り目をすると、この糸が出てくるので、この糸を取って、この糸で次から編んできますね。1、残りの3つ。さっき滑り目した目をこうやって編みます。はい。たらひっくり返して、これ邪魔だからちょっと中にグリグリ入れといてね。はい。で、ひっくり返したら、もう普通にまた次はこの1段をずっと普通に編むだけですね。こっち側は何の問題もなく普通に今のところ編んでいくだけです。はい。なので、ちょっとってね、キュッと締めつつ、おい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 。やばいやばいやばい。はい。はい。こうですね。はい。こうして、キュッと締めて、よく締めて、はい。で、ここは特に何もないので、この色変えしたまた戻した茶色の糸でどんどんこの段は編み進めて2つ目のところまでね、2つ目がこれ1つ目、こっち2つ目、こっちの端っこ終わるところまでずっと普通に編んでいこうと思います。はい。ここはもうやることないからね、こっち側は。とりあえず今のところは、はい、今のところはでございますよ。はい。はい。ここまで全部こっち側は編んできました。はい。甲の部分ですね。甲の部分は全部編んできました。で、またひっくり返します。はい。はい。で、今度こっちを編む時なんですけど、今度ここに糸の先っちょ、なんつったらいいの？糸玉につながる糸がここに来てますね。なので、さっきやったことを考えるとどうするかっていうと、ここが出てるところから1、2、3個分。3個分を今度滑り目をしなきゃいけませんね。ここの3つ、今度滑り目をするのは。なので、この3つの手前までを一応編みます。これ全部、ずっと編んでいきます。で、ここで説明する、ちょっとここで説明してもいいんで、もうこうなってきたら説明しても大丈夫だね。はい。じゃあここでちょっと説明しますね。なので、こっからはまあ普通に編み進めていきます。で、この緑の糸が残り、3目になるところまで編み進めていきます。はい。ここ、緑色残り3目まで編んできました。ね。
もう一回変えた後だと、あとはもう楽です。数えるのが。3つが色でわかるんで。最初のとこだけちょっとね、って同じ色になるんでちょっとあれなんですけれども、ここはもうほら、こうやって色が変わってきたところなので、で、最後3目残ったところ、ここの糸が出てるとこね、今編んできたのがこの糸でこっち側にあるので、これ放置して、この別の糸、前段の糸の目が3つ残ってるところから、滑り目をします。滑り目をします。はい。で、そしたら、この、今度変えた糸、緑の糸でその先を編んでいく。これの繰り返しなんですね。はい。このまま編んでいきます。ここまで編みました。はい。で、同時編みなので、こっちも同じことを、今やったのと同じことをもう一度こっちでやります。はい。はい。で、こっち側、ここから糸の色が変わってるので、この変わってるところですね。この糸が出てるところ、ここの1、2、3、この手前、ここまでですね。ここまでをとりあえず、この茶色い今編んでる段の糸で編み進めていきます。はい。残り3目のところまで編んできました。さっきと同じことをします。ここまで来たので、こっちは放置。で、こっちの今度糸が変わる方ですね。ここに3目。この糸が出てるところから1、2、3目残したところで糸を持ち替えて、1、2、3と滑り目をします。滑り目をして、滑り目をしたらそのままこの糸で編んできます。はい。どうかな。はい。こんな感じで、変わった時はこういう感じになってますね、今ね。何段か編むとわかると思うんですけど、どんな感じになってくるかね。同じ、これをね、ずっと繰り返していく。つまり、3目ずつ、こう手前にこうずれて、手前っていうかこう、左側から右側に3目ずつ目がずれていくっていう感じ。これが、一段一段、糸を変えても、その糸が変わったところが目立たない、ストライプの仕方ね、ジョグレスストライプっていうやつになります。はい。じゃあとりあえず一周ぐるっとまた糸が変わるところまで、この緑の糸のままずっと一周ぐるっと編んでいきますね。ここ糸が変わるここまでとりあえず次のところまで編みますけど、とりあえずじゃあここまでいこうかね。こっちの端までとりあえずいきますわ。はい。じゃあそんな感じでちゃちゃっとこっちの面はやることないので普通に編んでいきます。はい。こっち側の端っこまでずっと編んできました。はい。で、ひっくり返しますね。ひっくり返して。今んとこまだ大丈夫。このぐらいだったら大丈夫よって思うんだけど、ちょっとね、ちょっとこういう感じで。大丈夫かな。はい。もう一回。はい。ちょっと歌詞をしつつね、やらないと。後になって、ひーってことになる前に、はい。やっといた方がいいので。はい。で、今は緑の糸でずっと編んでますね。で、先を見てみると、茶色い糸が、ここで出てます。はい。ここで出てるので、この茶色い糸が出てるところ、手前3つですね。1、2、3目。ここまで。ここまでをまた緑で編んでいきます。はい。このようにまた、ここで3目残る状態にします。ね。緑。今編んでる緑と、その手前一周始まったところは緑。こっからね。その手前3つ。こっから糸が出てるんで、次の糸を拾って指にかけて残り3つのこの目123こっち側から数えて糸が出てるところから左側数えて123この3目をまたずらしますね。こうやってはいずらします。でこれでなんだっけこれで滑り目をしたら今度今変えた糸でこうやってまたその先を編んでいきます。これでまた一周
緑のところ、ここですね。今度こうやってパッと見ると緑がここから出てくるので、今度はこれの手前、ここの3つを残すところまで、ここまで茶色で編むって感じです。だからこんな感じで3目3目、ずれていく。はい。3目3目、右にずれてくる感じになります。じゃあこれでまた、じゃあここではもうね、ずっと一周しちゃおうかなと思います。はい。なぜ同時編みなんで。はい。すいません。はい。いやね、このジョグレスストライプっていうやつはですね、まあ先日、おしゃべりの動画でちょろっとやりましたけれども、なかなかね、やってみると面白いんですよ。うん。で、それで前回靴下を編んで、まあ初めて靴下をこのジョグレスストライプっていうので編んでみたんですけど、前に一度太い糸でやってみた時に、まあ、結構そのジョグレスと言ってそのストライプっつってその目立たないとは言っても太い糸でやるとまあそこそこまあ分かりますよね。うん、でも靴下みんなやってるの見たらやっぱりそんなに目立たないので、いやーじゃあやっぱり靴下でやってみないことには分からんのと思ってそれでやってみたわけです。そしたら目立たないじゃんっていう話で、なので今回は思い切ってこうやって、全然色の違う単色でやってみようというね、そんな感じでございます。で細い糸でこのストライプっていうの可愛いじゃないですか。だから本当は自分用に編みたい本当はね、でもこれはまあ今回は指くわえて待ってる家人の、ために今回は編みますけどね、履きもしないくせに欲しいって言いよるんですわ。ね、履きもしないっていうのはですね、まあ、もったいなくて履けないとか言うわけですよ。必要なのかそれはって思うんですけど、でもやっぱり欲しいらしいので、まあ、編むことにしました。はい。で、今回は単色でのジョグレスストライプは初めて編むということで、まあ、あれですね、言ったら、実験台じゃないですけど、まあ、練習をさせてもらおうというつもりで、家人の靴下を初めての単色2色でのジョグレスストライプっていうことで編まさせてもらってございます。はい。はい。まあ、やったことないことをね、初めてやるときにはね、やっぱり練習ですから、まあ、失敗しても文句言うなよっていう感じでね、はい、多めに見てもらって、まあ、うちの家人がたとえ失敗したところがあったとしても、まず見つけられないと思いますんで、はい。なので、その辺は問題ないと思います。はい。はい。というわけで、こっちの面は編んできましたね。はい。またこの面に戻ってきました。色変えるところですね。はい。で、これでまた色を変えていきます。はい。糸がちょっとこんがらがらないように、適度に整理しながらね。はい。で、はい。さっきもちょっと説明したんですけど、で、緑がここにいます。で、今編んできたのはこっちの茶色い方ですね。茶色い方、この先をまた編まなければいけないんですけれども、今編む糸がこれ。次編む糸がこれ。ここがここにいる。ってことはクリンと見て、1、2、3。ね、最後から、ここの糸が出てるところから1、2、3を残して、ここまで茶色で編んでいきます。はい。はい。ここで残り緑が3目。ね、ここ糸出てるところから1、2、3目になるところまで編んできたので、これで糸離します。で、こっちを糸かけます。私この方が分かりやすいんで、ここでかけ直して、1、2、3と滑り目をします。右からね、入れるんですよ、針はね。滑り目しました。はい。で、そしたらそのまま編んでいく。もうひたすらこれの繰り返し。はい。これでしましま模様が糸返したところのが目立たないっていう話になります。で、ここでちょっと端っこまで編むけど、はい、端っこまで編みました。で、どうなってるかって見てもらうと、こういう感じになってますね。今、こっからこうなってるんですけど、でこれ引っ張ってちょっと見てもらうと分かると思うんですけど、最初に糸換えをした段、見てもらうと、こういう感じになってます。糸変えたところ分かんないですね。ここで変えてるんですけど、全然まっすぐ。で、お隣こう見てもね、まっすぐなんですよ。これ続けて編んでるわけだから。で、最初のところだけちょっとずれるんですね。始まるところだけ。でも、まあ、ほぼ目立ちません。はい。目立たないので、
本当にこれどんどんこうやって変えてっても結局段がずれることなくないように見える。厳密に言ったらそうだよね。ずれてないように見えるっていう感じになっていくので、しばらくじゃあ、編んだらどうなるかって、これだけだとまだわからないんでね、どういう感じになってるかっていうのが多分。なので、同じのでこうどんどん3目ずつその滑り目をさせてずらさせながらこうやって糸を変えていくと、まあ何段か編んだ時にどうなるかっていうのをね、ちょっと見てもらおうかと思います。じゃあしばらく何段かこんな感じで編んできますね。ここだけやるか、もう一回ね。やることはね、とにかく前段同じなんです。はい。なので手前3つ3目のところまでこう編み進めてきますね。こうやって。ここまでかな。はい。ここまで編み進めたら、この糸、私は手放しますね。今まで編んでたやつを。で、次に編む糸を拾って、ここ3目。次の糸の色が3目残ってるところを滑り目します。はい。滑り目をして、そのまま編んでいく。とにかく、一段ずつ色を変えていくので、同じ色で同じなんつうの、この目のところ同じ色のものを編むってことはないですね。今緑、編んでますけど、緑の糸を使って茶色のとこ編んでるんですけど、同じ色を編むってことはないってことですね。同じ色を編むってことはない。はい。まあじゃあこんな感じで、数段ちょっと編んでったらどうなってるかっていうのをね、ちょっとまた見てみようかなと思います。はい。ね、見てもらった方がどんな感じになるか早いから、ちょっとここ浮いてるのはここは最初のとこだからな。これな。後で後々引っ張って、糸処理しますけど、はい。じゃあ、しばらくこれで何段か編んでいこうと思います。はい。というわけで何段か編んでまいりました。まあ両方合わせて、5段ずつ以上は編んでるので、6段ぐらい編んでるか。なので10段以上編んできたんですけど、今どうなったかっていうと、そんぐらい編んでくると、ここがね、こっちがかかと側なんですよね。ここがスタートだから。で、こっちの面からダーッとずれて編んできたのが、ここを回って今ここに来てるわけです。こんな感じでずれて。ひたすらこうやってずれていくんですね。ずっとやっぱり。で、そのずれてきたところ、色を変えた場所、どうなってるかって言いますと、じゃーん、こんな感じです。まあ本当にまっすぐだよね。だからね。こう、何の問題もなく、ストライプが出来上がってる。で、脇の部分、ちょっと待ってね。これずらさないとね、外れちゃうから。ちょっと待って。おい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 。はい。これを引っ張って、こっちを引っ張って。はいはい。で、脇がどうなってるかっていうと、スタートの部分っていうのはどうしても一つだけこうポコッとできる。でもこの後はぐるぐるこう回っていく感じなので、これが嫌な人は後ろ側、目立たない足の裏に来るところから始めてもいいと思います。基本的にはストライプにするんじゃなくて、ここで1回だけ色を変える場合は私もこの辺で変えます。真ん中あたりでね。なので、普通にその、なんつうの、ジョグレスをストライプでやっていく場合には、ここの横にね、スタート地点、ね、スタートの場所が来るのが嫌な場合は、まあ、そこにするっていう手もあるけど、まあでもね、そんなに別に目立たないというか、気にはならないんじゃないのかなって私は思うんで、まあいいかなとは思います。まあ、お好きな方でいいと思うんですよ。はい。で、これで脇はこんな感じ。で、反対側のサイドも、まあ普通にこうやって通ってるわけですね。こうやって普通に。はい。いってるので、これでこんな感じで綺麗にストライプが編めるっていう感じになります。はい。いいな、この色。ちょっと私欲しいな。いや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 。いや、でもまあ、この糸はね、またちょっとパリ行った時に買ってこようかなと思いますよ。まあ一応単色だけど、ほんのり違うじゃないですか、色が微妙に。これいいなと思って。こうやって見ても、なんか緑のところと黄色っぽいところとってあるんでね。これいいね、この糸ね。また買ってこよう、自分用にね。はい。
まあこんな感じでぐーる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 編んでですね、で、かかとのところをどうするかっていうのをね、かかとのところですよ。かかとのところはね、今度ね、またね、ライブでやってくださいっていうご希望があったので、かかとの部分はまた近日中にね、ライブでやっていこうかなと思ってます。で、私もこれ、はっきり言って、ジョグレスでこう進んでいった場合、かかとをまたこの茶色でやるつもりでいるんですけど、かかとの切り替え、その色の切り替えがどうやっていくかっていうのも実際私は分かっておりません。はい。まあ一回、この前ね、あげたやつでね、なんだ、これね、この靴下でやったんですけど、自己流でやったんですよ。で、自己流でやってるんで、それが正しいかどうかなんて分かりません。はい。分かりません。で、これやったのは、ドイツ式の引き返し編みなので、それでやってるんですけど、それが正しいのかもわからないけれど、まあ一応、ここ変えてみたよという感じでやりました。はい。ね、こういう感じで。変わってると可愛いもんね、確かにね。うん、確かに。なので、ちょっとこのやり方をね、もう一度ちゃんとね、じゃあどうやってやるのっていうのをちょっと調べて、ね。調べてから、ちょっとやっていこうと思いますよ。はい。じゃあ次はね、ライブでまたかかとの部分に行くのかな、それともおしゃべりしながらまたこれをね、編む動画ができるのかちょっとわかりませんけれども、またね、すぐ次の動画でお会いしましょうということで、本日はね、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。またすぐにお会いしましょうということで、本日はここまで。では、さよなら。というわけでね、冬ですよ。ね、冬。靴下。でございますよね。靴下編むシーズン、私にとってはですけど、靴下を編むシーズンがやってまいりました。やっぱね、冬物っていうのはね、夏物とまた違ってね、その毛糸を結構使うよね、やっぱり量をね。それで、今どうしても使いたいと思って出しちゃしまって、出しちゃしまっての毛糸があるんですよ。で、なんで出しちゃしまってやっていくかっていうと、まあ、2玉しかなくてね、まあ、ここにあるんですけど、まあ、何かっていうのは見せませんか、今のところね。見せないんだけど、これね、100g の玉が2玉なんですよ。で、長さがね、どのぐらいだっけ200メートルぐらい。100g で200メートルぐらいの糸が2個ある。つまり、200g で400メートルぐらいあるんですよ。何編むんだっていう。ちょっともう一個あったらね、余裕で三角ショールとか編むんだけど、私にとってはこのサイズで三角ショール、最初三角ショール編みたいなと思ったの。でね、三角ショールをこの糸で編もうと思うと、かなり糸を節約して編まないと私の希望する大きさにはちょっとならないので、そうなると節約法をつうことは、まあ、スケスケ編みスカシ編みね。スケスケ編みにするしかないっていうね。じゃあ、それで冬で、意味があんのかっていうと、じゃあ、スヌードかいと思うんだけど、スヌードね、スヌード、だと余るんじゃないぐらいのね、多分量かな、なんて思うんだけど、まあちょっとスヌードにするかもしれませんね。わかりませんね。で、余った分でね、もしかしたら手袋系のものをね、また、まあ私も手袋って言ったってこうやって普通に編むわけじゃなくて、まあハンドウォーマーですね。みたいの編むかどうするかちょっとわかりませんけど、まあ中途半端な量だからどうしようかっていう悩んでるってことです。はい。追加でね、もう一個買おうかなと思って、サイト見たら、もうね、廃盤になってた。廃盤だった。そういうこともあるんだよね、毛糸ってね。まあ、なるべく早めに編んだ方がいいねっていう話ですね。はい。というわけでございます。はい。じゃあね、バイバイ。